皆さんこんにちは。島田マシンツールチャンネルです。今日はあるお客さんの特定のワークに合わせて徹底的にカスタマイズして、お客さんの使用のためにもベストな加工だけじゃなくて検査や搬送、これらを全部含めた一連のシステムとしてなるように後ろにある機械なんですが、この説明していきたいと思います。この機械のいろんなオプションやロボットだとかの配置、デザインとかレイアウトっていうのがそもそもどういう要望を聞いて打ち合わせを経て、どういうその設計だとかのプロセスを経てこういったものが出来上がったのか、そういったことを交えながらですね、この機械がどんな風に動くのか、どんな風に効率的な機械になっているのかっていうのを皆さんにご説明していけたらいいなと思ってます。今回のお客さんのワークっていうのは全長がですね 300mm ぐらいあるボルトなんですよね。4品番あって、これが一番長いやつですね。短いものでもこんなような、ちょっと頭の形状も違いますけど、こんなような部品を1台で段取り替えをしながら4品番を流していきたいっていう要望になってます。実際にこの機械を組み上げたのはうちの会社のいろんなエンジニアの人たちの共同作業の合作なんですが、最後にロボットのティーチングだとか検査装置のセッティングだとか NC の加工装置というようなプログラムというような一連のシステムに仕立て上げてくれた当社のチーフエンジニアを紹介したいと思います。どうもーって過去に何度も出演してくれてる朝倉さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずですね、どういうふうにこういう機械が最終的に出来上がったのかっていうと、去年の夏秋ぐらいですかね、私がちょっとアメリカの方にちょっと出張行った時に、商社の人がうちの機械のコンセプトを理解してくれた上で、このあるお客さんはちょっと向いてるんじゃないかなってことで訪問をアレンジしてくれたんですよね。実際に現在加工している機械の前に連れて行ってもらって、その時にですね、長いワークなんで材料をゆっくり投入してとか、完成品もゆっくり出してっていうような形で、加工は溝入れをちょっと入れるだけなんであっという間で終わるんですけど、切りっこが出ていない無駄時間が多くて効率化できないかってことで、まず営業に行かれて言われたのがサイクルタイムが12秒。そうそう、12秒ぐらいでやりたいっつって、またこの長いワークを出したり入れたり計測をして品質保証をした上で次のプロセスにワークを流していきたいっていう要望もちょっと後で付け加えてきたもんですから、計測してでその寸法がどれだけずれてるかっていうことで、ずれてる分だけこの NC 装置にですねフィードバックをかけて、 NC スライドが 0.02mm ちょっと大きすぎるぞっていう結果が出たとしたら、逆に 0.02mm 小さくしなさいみたいな、そういう風に動いて精度を保つ。もちろん OK 品 NG 品もふるいにかけるっていう、そういうことをね12秒の中で全部やりたい。全部入れて12秒というお話を聞きまして、それは無理ですよというような話をしたんですけど、お客さんが何が何でも12秒の中に入っていただければなんとか買うというようないいお話をいただけたので、案を出しましてですね、ご覧のようにロボットも2台買って、片っぽこの上に乗ってるのがイン側の供給側のロボットになります。下側についてるのが排出、削った後のものを排出して検査して NG か OK か判断して、それぞれ NG ボックスだったり OK 品のアウトコンベヤだったりというように置くロボットを2台配置すればなんとか12秒いけるのではないかと。この業界に精通しておられる方は、サイクルタイムっていうのが加工する部品によってすごく大きく変わるっていうことはなんとなく理解できるのかもしれませんけど、この機種っていうのはもっともっと小さい部品で軽い部品で、そういうものであれば、サイクルタイムで7秒ぐらいとかっていうのも達成はできるんですよ。この機械っていうのは2つステーションがあってね、加工しているステーションとワークの搬送するステーションとあって、搬送法のスピードっていうのがちっこいワークであれば7秒ぐらいあればなんとかなるかな。でも今回これって重たいっていうのもあるし、こんだけ長くずーっと入れなきゃいけない。掴むのはこの辺で掴むんですけど、この辺りを削るんですけどね、加工し終わった部品もいちいちこんだけずーっと引き出さなきゃいけない。なおかつ検査も入ってきたわけですけど、こういったことを12秒でやるっていうのは結構大変で、ちょっと頭ひねってたんですけど、当社っていうのはお客さんの方に部品ありきでこのワークを何秒で料理したいのか、検査も入れたいとか箱詰めしたいとかバリ取りしたいとか、そういう要望をとにかくぶつけていただいて、それに対して当社にある機種の中から選び、お客さんに
ベストな形にして提供するということを得意にしてますし、それを私たちのポリシーにしてるので、12秒というのがこういう部品であるから難しさがあったんですけどね。桜さんがロボット2台って言ってたけど、最初はロボット1台っていう頭があったからいけるかなっていう話をして2人でしたんですよね。そしたら即いいでしょって桜さんが提案してくれたのが、ロボットを2台使っちゃって、扉の中ではもちろん加工してるんだけど、で上に乗ってるこのロボットで材料を供給する、床側に置いてあるこのもう1台のロボットで検査装置に置くとか、完成品を出すとか、要は加工、インのロボット、アウトのロボット、3社がそれぞれ同時並走するみたいな形ならギリいけるかなってことになったんですよね。そもそもお客さんからどのような要望があっただとか、お客さんのところでどのようなものを使われてたのかっていうのをちょっと教えていただけます？そうですね。お客さんは複数台まず機械使ってたんですよね。4品番あるし、サイクルタイムすごく時間かかってたんで、複数台あったんだけど、どれもチャックが1個だけのシングルスピンドルの旋盤っていうかね、本当に標準的な NC 旋盤。シリンダーでなんか動くみたいな、すごい昔ながらのワークを付け外ししてあげるような装置が付いてたのもあるし、作業者が手で手付けしてみたいなのもありました。お客さんからの要望は自動化したい。これ実はアメリカのお客さんなんだけど、アメリカって募集しても全然来てくれないと。来てくれたとしても、もうアメリカって人件費がうなぎ登りですから、できることならそれはもうロボットで自動化したいなっていう要望を受けましたね。他にも何か今4品番あると言ってたんで、すごく場所がたくさん必要だとか、お金の話だとか、なんかお話はされてこられました？そうですよね。機械が複数台だったら、こんな大きなブランクパーツをたくさん貯めておくためのついストッカーもその台数だけあるし、大きなスペースも取ってたしね、お客さんは半分ダメ元だったのかもしれないけど、1台分のスペースで、だからストッカーも1台だけで、1台の工場のエネルギーで自動化でやってくれないか、途中で検査機もやっぱり入れたいっていう要望入ってきたし、達成するのなかなか大変とも思ったんだけど、予算は一応どの程度なのって念のため聞いといたんですよね。なんとかなんとかドルってちょっと正確にはちょっとここでは言えないんですけど、4台も今使ってて、すごいスペース持ってて、それが1台になるんだから、その正直予算はゆとりはあるなとは思いました。お客さんがなんとかして1台でやりたいとか、12秒以下でやりたいとか、具体的な要望があったので、こういう形になったというだけで、これがまたお客さんの要望がタイムが長くていいよとか、そういうことであれば、こんな風にロボットは2台使わなかったかもしれないですよね。すごい早いタイムだったんで、こんな風にインとアウトでロボットを分けたという形になったというだけで、私たちはとにかくお客さんの要望に応じて、いろいろ自分たちを変化させていきますので。じゃあ、早速動かしていきましょうか。いきますか。はい。はい。じゃあよろしくお願いします。材料、ブランクパーツをコンベヤーに流せば、もう自動的に運転が始まるという、そういう設定に今なってますね。ご覧のように2台のロボットが本当に無駄なく同時に動いていますよね。アウト側のロボットも部品をテーブルに置いたら1秒かからないぐらいで検査を終えて判断して NG や OK に振り分けしています。いかがでしたでしょうか。特定ワーク、特にこういった長いシャフトワークに特化したカスタマイズ機械、これが社内のどういうその設計とかエンジニアとのミーティングを経てこういった機械が出来上がったのか、こういったことを皆さんにお伝えしたくて今日の動画を作りました。皆さんもこのワークだったらどういう風に島田ならベストの提案をしてくれるんだろう、そういった気軽なお気持ちで当社に問い合わせをかけてくだされば、必ず当社の機械でしかできないような提案を盛り込んでお客様に提案していきたい、届けていきたいと思いますので、この動画を見て面白いと思った方はぜひお気軽にお問い合わせください。本日もどうもありがとうございました。